17世紀のヨーロッパは宗教戦争と思想的混乱に覆われていた時代でした。1618年から続く30年戦争はカトリックとプロテスタントの激しい対立を背景に政治的かつ宗教的な権威の崩壊を象徴する出来事として歴史に刻まれています。そのような混沌とした時代において中世以来の知識体系、すなわちスコラ哲学に対する信頼もまた根本から揺らぎ始めていました。スコラ哲学はアリストテレスの論理とキリスト教神学を見事に融合させ、教会の教義に基づいて世界を体系的に説明しようとしてきました。トマス・アクイナスの神学大全はその頂点であり、すべての真理は神の啓示と論理的推論によって到達されると信じられていました。しかし、ルネサンスによる人間の再発見、宗教改革による個人の信仰の重視、そしてコペルニクスやガリレオによる科学革命の進展は、権威に依拠する知識の限界を露呈させることになりました。天動説が覆され、観測と実験が真理の新たな基準として台頭する中で、哲学にも全く新しい出発点が強く求められていたのです。そのようなパラダイム転換のただ中に現れたのが、ルネー・デカルトという人物です。1596年にフランスで生まれた彼は、法学を学んだ後、ドイツやオランダなどヨーロッパ各地を旅しました。軍人としての経験を通じて、彼は当時の科学や哲学の多様性に触れ、既存の学問体系に対する疑念を深めていきました。スコラ哲学が複雑な術語と権威に依拠するのに対し、デカルトは明確で自明な真理から出発する、全く新たな方法を模索したのです。彼の目標は、数学のような確実性を哲学にもたらすことにありました。数学の命題は感覚に左右されず、論理的推論によって普遍的に真であるからです。デカルトは、哲学もこれと同じ厳密性を持つべきだと強く考えました。その思想的展開は、1637年に発表された、方法序説に集約されます。この著作は、科学的探求のための方法論を提示するものであり、彼の哲学的立場の基盤を形成しました。そこでは、既存のすべての知識を一時的に会議する、方法的会議が提唱されました。感覚は欺くことがあります。夢を見ている時も、現実と区別がつかないことがあるからです。さらには、悪魔が存在して、私たちに数学的事実さえ誤らせている可能性すら排除できないとまで考えました。デカルトはこうした極限までの疑いを推し進めることで、疑うこと自体に立ち至りました。そして、疑っている主体、すなわち、考えている私の存在だけは、疑いようのない確実性を持つと結論付けたのです。我が思う、故に我があり、コギト、エルゴ、住む。この一文は、近代哲学の出発点とされています。なぜなら、ここでは神や伝統、権威ではなく、自己の思考、そのものが存在の根拠として確立されたからです。この命題は単なる自己肯定ではありません。それは、知識のすべてを再構築するための第一原理なのです。デカルトにとって、哲学はもはや神学の付属物ではなく、個々人の理性によって独立して構築されるべき体系となりました。彼はこの、我が思う、を足場に、神の存在を証明し、物質世界の実在へと認識を拡大していきます。また、心と体を別種の実体として分ける、心身二元論を展開しました。心は思考するもの、体は広がりを持つもの、この分離は、近代における主体の自立を象徴すると同時に、その後の哲学や心理学に長く影響を与える問題を提起することになります。デカルトはこうして、中世の神中心的世界観から、人間の理性を中心とする近代哲学への転換を成し遂げました。彼の思想はスピノザやライプニッツといった合理主義者たちに継承され、逆にロックやヒュームらの経験主義者たちの批判をも呼ぶことで、近代哲学の二大潮流を生み出す触媒となりました。科学においても、解析幾何学の創始者として、代数と幾何の統合を実現し、ニュートンやライプニッツにつながる近代物理学の基盤を築きました。デカルトは、
混乱の時代にあって、理性による確実な知識の獲得という新しい地平を開き、その探求の姿勢から、彼は近代哲学の父と称されるに至ったのです。では、具体的にデカルトの方法的懐疑の論理的構造を、彼の方法序説に即して解剖してみましょう。その核心は、3段階にわたる疑義の拡大と克服にあります。第1段階は感覚。第2段階は物体。第3段階は神という階層的な疑惑の対象を設定し、各段階で徹底的に疑うことで、やがて疑う余地のない一点へと到達する手続きを取ったのです。このプロセスは、単なる会議の放棄ではなく、真理への肯定的探求の道具として機能していました。まず第一段階について見ていきましょう。これは、感覚への方法的懐疑です。五感を通じて得られるあらゆる経験的知識は、まず第一に疑われる対象となりました。デカルトは、目に見える太陽の大きさは、実際よりもずっと小さい、という例を示しながら、感覚が時として実在を歪曲する事実を指摘しました。遠くの物体が小さく見える現象は、観測者の位置や時間的条件に依存しており、その知覚が絶対的な真理を反映しているとは限りません。さらに、夢と現実の区別がつかない状況を想定し、我々が現在体験しているすべての知覚が単なる幻影である可能性も排除できないとしたのです。この段階でデカルトが明確にしたのは、感覚的認識の本質的不安定性でした。五感は外界の情報を伝達するチャンネルであると同時に、そのチャンネル自体が信頼に足る保証を持ち合わせていないことを示したのです。故に、感覚を基盤とした知識体系は、根本から揺らぐものとみなされました。しかし、この否定的結論は、単なる会議の行き詰まりではなく、次の段階への移行条件に他なりませんでした。感覚を疑うことで、デカルトはより確かな知識の探求へと足を踏み出すことになったのです。次に第2段階、物体への方法的懐疑に移ります。第1段階で感覚そのものの信頼性が揺らいだ以上、次に疑われるのは、感覚を通じて認識される外的対象そのものでした。机、木、さらには自身の身体さえも、その実在性を保証されなくなったのです。デカルトは、現在、私が机を見ているという経験が、実は全能の悪魔によって偽りの知覚として植え付けられたものかもしれない、という極端な仮説を提示しました。この悪魔は、数学的真理さえも意図的に歪曲し得る存在として想定されていたのです。この段階で特筆すべきは、算術的真理の絶対性さえも疑う姿勢です。例えば、2か3は5に等しいという命題が、悪魔によって私の心に直接植え付けられた幻覚である可能性を、デカルトは真剣に考慮しました。無論、これは論理的矛盾をはらむ仮説でしたが、デカルトはすべての可能性を検討するという方法的懐疑の原則にのっとり、いかなる知識も一時的に停止させることで、その根拠を問うたのです。その結果、物体の実在性は愚か、論理や数学さえも完全に不確実な対象となりました。しかし、この徹底した疑いは、単に破壊的な行為ではなかったのです。むしろ、次なる段階への必然的通過点として機能したのであります。感覚と物体を同時に疑うことで、デカルトは知識の基盤自体を根本から再構築する必要性に迫られました。そして第3段階、神への方法的懐疑と確証へと進みます。感覚と物体の実在性が揺らいだ段階で、次に疑われるべきは神の存在とその性質でした。デカルトは、神が存在しない可能性も含めて徹底的に疑い、その上で神の概念自体の検証に移りました。神は全能、全知、全量なる存在として定義されますが、その存在がそもそも虚構に過ぎない可能性も考慮されたのです。しかし、この段階でデカルトは決定的な展開を遂げます。彼は、私が考えるという事実、コギトこそが、疑う余地のない唯一の真理であることを発見したのです。すなわち、我が思う、
故にがあり、という命題です。この真理は、あくまであれ何であれ、決して否定できない絶対的基盤でした。そして、神の存在を再構築することで、この基盤を保証する論議を展開します。神が完全で善良な存在であるならば、神は我々に明晰かつ判明な観念を与えると同時に、それを決して欺くことはないのです。したがって、感覚や物体に対する疑いは、神の保証によって克服されるのでした。このプロセスこそが、方法的懐疑の最終的な肯定的帰結であったのです。デカルトの方法的懐疑は、単に全てを否定する行為ではありませんでした。むしろ、否定のプロセスを通じて真理への確実な基盤を発見するという肯定的探求の手段だったのです。感覚、物体、神という3段階を経ることで、デカルトは絶対的な知識の獲得へと至りました。この構造は、方法除説における、我が思う、故にがあり、という命題を頂点とする論理的ピラミッドの形成過程でもありました。各段階で疑われた対象は、やがて神の保証によって新たな確実性へと昇華され、近代合理主義の基盤となったのです。デカルトの方法的懐疑は、感覚経験から数学的真理に至るまで、あらゆる認識の根底を揺るがす過程でした。視覚の錯覚や夢の現実感は、外界の信頼性を疑わせたのです。機能法の不確実性や悪魔の仮説は、論理的体系さえも不確かなものにしたのです。しかし、この徹底した会議の渦中で、デカルトは一つの揺るぎない事実を見出しました。それは、疑うという行為そのものでした。疑う瞬間には、疑う主体が必然的に存在しなければならないのです。夢の中にあっても、現実を疑うその瞬間に、私は考える、という自覚があります。この自覚は、外界の真偽を問う前提として、思考する、私の存在を不可避なものとして浮かび上がらせるのです。ここでデカルトは、我が思う、故にがあり、という命題を確立しました。この命題は、疑うこと自体が思考を証明し、思考する者の存在を保証するという循環的ながらも論理的に閉じた構造を持っているのです。この命題の革新性は、それまでの認識論が外界の存在を前提としていたのに対し、デカルトがまず主体の存在を確証した点にあります。感覚や推論が欺瞞に満ちていても、私が思考するという事実だけは疑いようがないのです。これは哲学史上初めて、認識の基礎を外部から内部へと移行させた瞬間でした。アルキメデスが不動の点を見つけて地球を動かしたように、デカルトはこの命題を、哲学のアルキメデス的点、として位置づけたのです。しかし、この命題には限界もあります。それは、私の存在を証明するにとどまり、外界の実在性や他者の存在についてはまだ何も語っていないのです。デカルト自身も後に神の存在証明を通じてこのギャップをうずめようとするが、その試みは別の議論を必要とします。それでも、我が思う、という主体の確証は、近代合理主義の出発点として、哲学の方向性を決定づけたのです。疑いの彼方に見出されたこの不動の点は、その後の西洋思想に計り知れない影響を与え続けることになるでしょう。デカルトは、方法除説で得た、我が思う、故にがあり、という確証を基盤に、さらに一歩進んで神の存在を論証し、そこから真理の保証を獲得しようとするのです。彼の議論は、まず思考する主体の内に内在する、完全なる存在者の観念に注目します。人間は有限かつ不完全な存在であり、それ自体から無限かつ完全なる概念を生み出すことは論理的に不可能です。したがって、その観念の原因は観念自身よりも完璧な存在、すなわち神に求めざるを得ないのです。これは因果律に基づく、因果的神証明であり、不完全な原因から完全な結果が生じ得ないという前提に立つものです。次にデカルトは神の本質について考察します。神を無限かつ完全なる存在と定義すれば、その定義には必然的に存在することが含まれます。すなわち、
神の本質を正しく把握すれば、存在しない神は考え得ず、存在こそが神の本質の一部であると結論づけるのです。これは、本質論的神証明と呼ばれ、三角形の定義に3つの角が含まれるのと同様に、神の定義には存在が内包されているという構造を持っています。ここで重要なのは、他の事物、例えば三角形については本質と存在を分離して考えうるが、神については本質と存在が不可分であるという点です。これら2つの証明によって神の実在が確立されると、デカルトは以前に提起した極端な懐疑、全能の悪魔による欺きの可能性を再検討します。悪魔がすべての認識を歪めると仮定しても、神は完全なる存在であり、従って欺くことという不完全さを持つことはできません。神が欺くものであれば、その行為は神の完全性に矛盾するため、神の存在は悪魔による普遍的欺きの可能性を論理的に否定するのです。こうして、神は欺かないという保証が得られ、デカルトは、私が明晰かつ判然と知覚するものは真であるという原則を確立します。この原則は、数学的公理や論理的立分回しなど、直感的に明晰で判然とした認識を客観的真理として保証する基盤となるのです。さらに、神の非という保証は外部世界の実在にも及びます。コギトによって思考する自我の存在は確かだが、外縁的対象の存在についてはまだ疑いが残ります。しかし、神が欺かないという前提の下で、私が外部世界の存在を明晰かつ判然と感じるとき、その感覚は真であると断言できるのです。仮に外部世界が実際には存在せず、すべてが神の欺きによる幻影であるなら、神は欺くものとなり、その完全性に矛盾が生じます。したがって、神の存在は外部世界の実在を間接的に保証し、物質的実体についても確実性を与えるのです。このようにデカルトの神学的論証は、単なる神学論争を超えて、近代理性主義の認識論的基盤を築く試みとなりました。中世の権威に依存せず、人間の理性のみによって神の存在を論証し、そこから真理の基準を導き出す点で画期的です。神を真理の保証者として位置づけることで、懐疑の海から脱出し、科学や哲学の体系を構築するための疑いようのない確固たる基盤を確保したのです。この構造は、因果的証明と本質的証明という二本柱によって支えられ、それぞれが独立しながらも相補的に機能することで、デカルト哲学における確実性という概念を形作っています。デカルトが築いた認識論的基盤の上で、精神と物質の本質が明確に分離され、西洋思想史は厳格な二元論的世界観と直面することになりました。彼は、思考する実体としての精神と、空間的広がりを備えた実体としての物質を、互いに異なる存在様式として定義することで、人間を二元に分断する哲学的基準を提示しました。精神は質量や体積などの物理的属性を有さないのに対し、物質は感覚や意図のような内面的状態を有さないという区別が設定され、人間存在を理解する方式に根本的転換が起こったのです。この区別は単なる分類を超えて、以降数世紀にわたって知識体系が実在を組織し説明する基本的枠組みとして機能するようになりました。デカルトは、精神と物質がどのように一つの現象の中で交換できるのかを説明するために、脳の特定の構造に注目しました。彼は、対照的でない中央部位に位置する小果体を、精神が身体を動かす接点として設定したのです。当時の解剖学的知識と観察に基づいて、彼はこの器官が非物質的実体である精神が物理的世界に介入できる唯一の通路として機能すると見たのです。精神が小果体を通じて脳脊髄液の流れと圧力を変化させる場合、それが神経と筋肉に伝わり、肉体の運動が実現されるという仮説を提唱しました。このメカニズムは、当時の技術的想像力と結合し、聖堂で作られた人形が機械的原理のみによって人のように動く様子を観察した経験と結びついたのです。
彼は肉体を精密な装置と捉えることで、生命現象を物理的法則の作用に還元しようとする試みを示したのです。しかし、この相互作用モデルは時代が進むにつれて科学的事実と乖離していくことを免じませんでした。消化体が精神と肉体を結びつける機械的仲介者であるという仮説は、後にこの器官が睡眠と覚醒のサイクル及び生体リズムを調節するホルモンを分泌する内分泌機能を主に担うという事実が明らかになったことで弱体化しました。脳脊髄液の流れを制御して筋肉を動かすという説明も、神経系の電気化学的信号伝達やシナプス化組成などが詳細に解明される神経科学の発展の流れの中で歴史的仮説として残ることになりました。にもかかわらず、デカルトが提起した問題の核心は依然として有効でした。非物質的実体が物質的実体にいかに関与するかという問い、その接点と過程をどう説明するかという問いは、後世の学者たちに解決されない難問として残されたのです。この二元論的構図は、現代心理学及び神経科学の形成過程で重要な概念的試算として機能しました。心と身体を一時的に分離して研究する方法は、主観的経験と客観的測定をそれぞれの領域として設定することで、実証的探求の幅を拡大させたのです。認知科学が精神の作動方式を情報処理モデルで解明し、神経科学が脳の物理的状態と行動を連関させようとする際も、その理論的背景には精神と物質の関係をどう理解するかというデカルト的問いが潜んでいたのです。哲学的系譜に従って、スピノザやライプニッツなどはこの二分法を受け入れたり批判したりすることで合理主義を発展させ、推論と証明の重要性が現代知識の基準として確立されていきました。結局、二元論が残した最大の含意は、実在を二つの根源に分割するだけでなく、それの結合を説明できない構造的空白を明らかにした点にあるということです。意識と物理的過程の間に完全に滑らかな叙述を提供しないまま、精神と物質を厳格に区別することで、哲学は科学に説明の隙間を補うよう求める状況を生み出したのです。現代神経科学が脳の複雑なネットワークを解明し、認知機能を局所化するほど、具体的相互作用メカニズムに関するデカルトの仮説は修正が避けられないものとなりました。しかし、彼が提起した根本的な問い、つまり内面的経験と外部の物理的世界がどのように一つの現実を構成するのかという問いは、依然として知識の境界を試す革新的課題として残っています。二元論的世界観は科学的事実の前にその形を継続的に変えていくものの、精神と物質の関係をめぐる哲学的探求が完全に枯渇することはなかったのです。デカルトは、方法序説に示した4つの規則を通じて、近代科学の方法論の骨格を形作ったのです。まず、分解の原理です。彼は複雑な問題を可能な限り単純な要素に切り離すことを求め、幾何学の命題を点、線、角という基本単位に還元しました。この手法は、後の実験科学が観測可能な最小単位に事象を分解する姿勢と本質的に同一です。例えば、分子生物学がタンパク質をアミノ酸配列に分解して構造機能を解明する過程や、神経科学が脳を特定領域に区切って機能を検証する手法は、デカルトの分解率を直接的に継承した例と言えるでしょう。次に、総合の規則です。分解された要素を再び組み合わせ、全体像を構築することを求めたデカルトは、簡単な命題から始めて段階的に複雑な命題へと進む演繹的構造を提示しました。ニュートンが運動の三法則という3つの基本公理を総合し、万有引力という包括的理論を導いた過程は、まさにこの総合的手法の実践です。現代の脳科学でも、ドーパミン報酬回路という単純な構造を総合的に捉えて中毒メカニズムを説明する試みが、デカルトの総合律に呼応しています。3番目の規則、演繹は、明白な真理から論理的に結論を導く手続きです。デカルトは、我が思う、故にがあり、を不可避な真理とし、そこから神の存在や物質世界の実在、
心身二元論までを体系的に演繹しました。この演繹的思考は、数学的証明の厳密さを自然哲学に持ち込む試みとして評価されます。相対性理論が高速普遍の原理と相対性原理という2つの前提から時間伸長や質量エネルギー投下を導く方法や、医学における病院モデルがウイルス感染、免疫反応、症状という因果連鎖を演繹的に構築する姿勢は、デカルトの演繹律の直接的な現代的継承です。最後に、列挙の規則です。デカルトはすべての可能性を漏れなく検証することを要求し、観察の偏りや単一事例への過度な依存を排除しようとしたのです。これは単なる完全機能ではなく、論理的網羅性を重視した手続きです。臨床試験における無作為対象群デザインは、変数と結果をすべて列挙し統計的に検証することで因果関係の信頼性を高める、デカルト的列挙の高度な実装例と言えます。さらに、人工知能が全変数の組み合わせをシミュレートしモデル誤差を最小化する手法は、デカルトが提唱したすべてを列挙し、何も見落とすな、という指針をデジタル時代に拡張した形です。これら4つの規則は、単なる哲学的指針にとどまらず、現代科学の仮説、検証、サイクルの革新を構成しています。まず現象を分解し、基礎的原理を総合して仮説を構築し、演繹的に予測を導き出し、最後に列挙的手順で実験や観測を設計するのです。デカルトの幾何学的手法は、ニュートンが自然哲学の数学的原理、で万有引力を公理系として定式化する際の直接的なインスピレーションとなり、以降の理論科学はこの構造を踏襲してきました。したがって、デカルトは単なる哲学者ではなく、数理的演繹と論理的厳密性をもって科学的方法の土台を築いた、近代科学の最初の設計者と位置づけられるのです。近代合理主義の拡散は、デカルトの方法的会議が生み出した認識論的展開を基盤に、17世紀から18世紀にかけてヨーロッパ全土に波及しました。その最初の受け継ぎ手の一人がバールーフ・スピノザです。スピノザはデカルトの二元論を批判し、エチカにおいて、神即自然を提唱しました。彼にとって神は超越的な存在ではなく、自然そのものであり、無限な実体として宇宙を構成するのです。この反神論的世界観は、デカルトの精神と物体の分離を否定し、すべての存在を一つの実体の様相として捉え直すものでした。スピノザの合理主義は、幾何学的方法を用いて倫理を体系化し、自由とは理性による必然性の理解にあると論じました。この考え方は、後にヘーゲルやショーペンハウアールに影響を与え、決定論と自由意志の問題に新たな光を当てることになります。スピノザと並んでデカルトの後継者とされるゴットフリーと、ライプニッツは、独自の形事上学を展開しました。彼のモナド論は、宇宙を無数の単純で不可分な実体、モナドの集合体とみなすもので、各モナドは独立に存在しながらも、神によって調和された予定調和の下で全体としての世界を形成します。ライプニッツはまた、デカルトの機械論的自然観を発展させ、数学的な論理を哲学に導入することで、近代の分析哲学や論理実証主義の先駆けともなりました。彼の充足理由律や同一律は、後にフレーゲやラッセルの論理学に影響を与え、科学的思考の基盤を固める役割を果たしたのです。これらの合理主義者たちの思想は、18世紀の啓蒙思想家たちに受け継がれました。ボルテール、ディドロー、ダラン・ベールらが主導した百科全書は、理性を通じた人間の進歩を信条とし、宗教的権威や絶対主義に対する批判を展開しました。特にボルテールは、デカルトの方法的会議を実践的な社会批判に応用し、不寛容や迷信に対し理性を武器に戦いました。彼の、工作せよ、そして黙れ、という言葉は、啓蒙思想の実践的側面を象徴するものでした。一方、イギリス経験論の代表者ジョン・ロックは、
デカルトの先天的観念説に対し、すべての知識は経験に由来すると主張しました。彼の人間語性論は、人間の心はタブラ、ラサ、白紙であり、経験によって形成されるとする立場を取ったのです。この経験論は、啓蒙思想のもう一つの柱となり、特に政治哲学の分野で影響を及ぼしました。ロックの社会契約論は、政府の正当性を人民の同意に求め、自然権の概念を打ち立てました。これはアメリカ独立宣言やフランス人権宣言に直接的な影響を与え、近代民主主義の理論的基礎となったのです。デカルトから啓蒙思想への流れは、理性を最大の権威とする近代的世界観を確立しました。しかし、この過程で生じた合理主義と経験論の対立は、カントの批判哲学によって新たな段階を迎えることになります。カントは、デカルトの合理主義とロックの経験論を統合しようと試み、純粋理性批判において、人間の認識能力には限界があることを明らかにしました。彼は、理性は経験を超えて形而上学的真理に到達することはできないが、道徳的な領域では純粋実践理性が自律的な法則を導き出すことができると主張しました。カントの提言命法は、道徳的行為の基準を普遍的な理性に求め、啓蒙思想の理想を倫理学の分野で具体化したのです。このように、デカルトの我が思う、ゆえにがあり、から始まった近代合理主義は、スピノザ、ライプニッツ、啓蒙思想家たちを経て、カントに至るまで、その影響を拡大させました。この流れは、単に哲学的思考の変遷にとどまらず、科学革命、政治革命、社会改革といった近代ヨーロッパの歴史的動向と密接に結びついています。理性を信頼し、伝統的権威に疑問を投げかける精神は、近代社会の基盤を形成し、今日まで続く西洋思想の革新をなすものとなったのです。デカルトの我が思う、ゆえにがあり、は、近代哲学の出発点として絶大な影響を与えました。しかし、その合理主義的枠組みは、後に続いた哲学者たちから多角的な批判を受けることになります。特に、二元論の矛盾、主体の優位性、普遍的真理の可能性などが問題視され、経験論、現象学、実存主義、ポストモダニズムといった多様な主張がデカルトの遺産を再検討し、乗り越えようとしたのです。デイビッド・ヒュームは、デカルトの明晰判明な観念という基準に対して根本的な疑問を投げかけました。人間本性論において、彼は知識の起源を経験に求め、人間の認識は印象と観念の連続に過ぎないと主張しました。デカルトが我が思うという確実な基盤を見出したのに対し、ヒュームは自我そのものを疑いました。もし意識が単なる知覚の束であるならば、がという実態は幻想に過ぎないのです。この会議はカントに深い影響を与えました。イマヌエル・カントはデカルトの二元論を超越論的観念論によって克服しようとし、純粋理性批判で彼は人間の認識能力には限界があり、デカルトが信じたような明晰判明な真理も主観的な認識構造に規定されているに過ぎないと指摘しました。カントは物自体と現象を区別し、デカルトが前提とした精神と物質の厳密な分離を否定しました。この批判は後のドイツ観念論へと発展し、ヘーゲルによる絶対精神の概念へとつながっていくのです。エドムント・フッサールはデカルトの我が思うを現象学的な反省の問題として再検討しました。イデーンにおいて彼は意識が常に思考性を持つことを強調しました。つまり意識は決して孤立した存在ではなく、常に何かを意図し向かう性質を持っているのです。デカルトが前提とした純粋ながなど存在せず、意識は世界との関係性の中でしか理解できないとしました。
フッサールの還元の概念は、デカルトの方法的懐疑をさらに徹底させたものだったのです。マルティン・ハイデガーは、この批判をさらに推し進めました。存在と時間で彼は、デカルトの主体、客体の二分法を存在忘却の典型として批判しました。人間存在、現存在は、世界から切り離された孤立したが、ではなく、世界内存在として常に関係性の中にあるのです。ハイデガーにとって、デカルトの我が思うは、存在そのものの問いを忘れさせる危険な幻想でした。この批判は、実存主義や構造主義に大きな影響を与えたのです。ジャン・フランソワ・リオタールは、ポストモダンの条件で、デカルトの合理主義的心理観を、メタ、ナラティブ、大きな物語の一形態として批判しました。彼にとって、デカルトが追求した普遍的真理は、近代啓蒙主義の暴力的な側面を反映したものだったのです。リオタールは、小さな物語の多様性を重視し、絶対的な真理など存在しないと主張しました。この批判は、脱構築や文化研究の土台となったのです。ミシェル・フーコーは、知識と権力の関係性に着目し、デカルトの純粋理性を権力装置の一形態とみなしました。知の考古学で彼は、デカルトの明晰判明が近代的な規律訓練の基盤となったと指摘しました。フーコーにとって、知識は決して中立的なものではなく、歴史的、社会的な権力構造によって形成されるのです。この視点は、批判理論やジェンダー研究に影響を与えたのです。ジャン・ポール・サルトルは、存在と無で、デカルトの合理主義的、自由、感を責任の重圧として再解釈しました。デカルトが、我が思うという確実性を見出したのに対し、サルトルは、実存は本質に先立つと主張し、人間は何の根拠もない自由の中に投げ出されているとしたのです。デカルトの明晰判明な自己など幻想であり、人間は常に不安と責任の中で生きていると説きました。この批判は、アンガージュマン、行動主義の思想へと発展したのです。カール・ポパーは、科学的発見の論理で、デカルトの演繹法を経験科学の文脈で否定しました。彼にとって、科学的知識は、反証可能な仮説に過ぎず、デカルトの合理主義的方法論は非科学的だったのです。ポパーの反証主義は、分析哲学や科学哲学に影響を与え、デカルトの合理主義を経験的な視点から批判しました。デカルトの合理主義は、近代哲学の基盤を築いた一方で、その二元論的枠組み、主体中心主義、普遍主義的心理観は、ヒューム、カント、フッサール、リオタール、サルトル、ポパーなどによって徹底的に批判されました。これらの批判は、知識の多様性、主観性、歴史性を重視する現代哲学の礎となったのです。デカルトの我が思うは、もはや絶対的な出発点ではなく、哲学の歴史の中で絶え間なく問い直される一つの仮説に過ぎないのです。近年、人工知能の発展は思考過程の模倣を超えて、創造的成果の生成まで踏み込んでいます。マサチューセッツ工科大学の研究チームは、最新の言語モデルが論理的推論や情報処理に優れる一方で、自らが存在するという自己認識や主観的経験、クオリアを示すことはできないと結論付けました。この指摘は、デカルトが提示した我が思う故にがありの核心である自己疑念と自己認識が単なる情報演算を超える存在論的次元を持つことを再確認させるのです。同時に、デジタル環境が人間の主体性に与える影響も顕在化しています。神経科学の研究によれば、ソーシャルメディアのいいね通知は脳内ドーパミン分泌を30から 40% 増加させ、甘いお菓子の摂取と同程度の快感を誘発します。
ドイツ・チュービンゲン大学の学者は、このような報酬系の過剰刺激が継続的に繰り返されることで、自己同一性の感覚が揺らぎ、思考する私が単に刺激に反応する存在へと変容する危険性を指摘しました。デカルトが提唱した方法的懐疑は、外部からの無意識的な影響に対抗し、自己の思考過程を自覚的に検証する手段として再評価できるのです。倫理的側面でも、人工知能に意識が宿り得るかは活発な議論の対象となっています。オックスフォード大学の人工知能意識プロジェクトでは、人工知能は人間の意識構造を形式的に模倣できても、存在の本質的意味を理解する能力は欠如していると結論付けました。これは、デカルトが考える実体と位置づけた主体が、情報処理だけではなく、自己の存在を疑い、確認する能力を必須とする点と合致するのです。また、フーコーの権力理論がデジタル監視へと再解釈されています。大手ソーシャルプラットフォームはユーザーデータを詳細に分析し、行動予測と制御を行うことで、個人の自己規律を外部から再構築しています。これに対し、ベルリン工科大学の研究者は、デジタルリテラシー教育と神経科学的自己理解を組み合わせたプログラムを提案し、個人が自らの行動を認識し、能動的に選択できる環境を整えることが、デカルト的な方法的懐疑の現代的実践になると指摘しました。総じて、人工知能の意識問題と人間主体性の境界は、単なる技術的課題に止まらない哲学的問いとして残ります。デカルトが強調した、考える私は、情報処理の速度や規模を超えて、自己を疑い、自己の存在を自覚する能力を要求するのです。デジタル時代においては、外部刺激に左右されやすい現実を踏まえ、個々人が自己の思考を検証し、主体的な選択を保持できる仕組みを構築することが、現代の方法的懐疑と言えるでしょう。デカルトの方法的懐疑は、絶対的確実性を求める思考の過程として、現代の知識獲得においても依然として指針となります。特に不確実性が高まるデジタル社会において、彼が提起した、我が思う、故にがあり、というコギトは、情報処理の主体としての存在を再考するきっかけとなっているのです。近年の人工知能の発展は、単なる演算能力が、存在の証拠となり得るかという問いを再燃させています。ネイバーブログでの議論によれば、アルゴリズムが人間の思考を模倣する時代に、情報処理能力だけを存在の基準とすれば、人工知能も同様に存在と呼べるのかという問題が浮上します。これはデカルトが求めた確実な基盤を、シリコンベースの演算主体に適用しようとする現代的試みであり、その結果として得られる答えは、存在の定義そのものを再構築する必要性を示しているのです。次に、知識の実践的構築において注目されるのが、自動化ノーコードエージェンシーが提唱する、重要な 20% に焦点を当てるアプローチです。彼らは当該ノーコード自動化プラットフォームにおける革新機能の約 20% に焦点を当て、その結果として 80% 以上の効果を得る方法論を示しています。150件以上の自動化構築経験に基づき、13のコアノードを中心としたワークフロー設計戦略を確立したのです。この考え方は、デカルトが方法的懐疑を通じて不要な前提を剥ぎ取り、基本原理にまで遡る姿勢と共通点があります。すなわち、膨大な情報や機能の中から、真に不可欠な要素を見極め、その上に堅固な知識構造を築くというプロセスです。さらに、脆弱なシステムの回避と堅牢性の追求は、現代の知識アーキテクチャにおいて重要な課題です。データベースの記述によれば、脆弱なノーコードエージェントの構築を避け、さらに堅牢な設計を模索する姿勢は、デカルトが絶対的真理を求める過程で仮説を繰り返し検証し、誤りを排除する方法と類似しています。ここでは、単一の障害点をなくし、冗長性とモジュール性を確保することで、外部環境の変化や予期しない入力に対してもシステム全体の機能を維持できるようにするのです。このように、
方法的懐疑がもたらす疑う姿勢は、設計段階での過程の検証と失敗モデルの早期発見に直結するのです。最後に、目標思考的活動を通じた段階的成果の強調は、デカルト的方法論の現代的適用として注目されています。芸術創作、楽器演奏、言語学習、演芸など、即時報酬ではなく段階的な成果を求める活動は、脳内で持続的なドーパミン放出を促し、成果、報酬、ループを自然に形成します。データベースの指摘によれば、このループは自己効力感を高め、前頭前のの機能を強化する上で重要であり、長期的な知識蓄積を支える基盤となります。小さな成功体験を繰り返すことで、不確実性が高い環境でも継続的な学習意欲を維持し、知識の体系化を促進するのです。以上の点を踏まえると、デカルトの方法的懐疑は、現代の知識やアーキテクチャ構築において以下の3つの戦略的示唆を提供します。第一に、情報や技術の過剰さの中から、真に不可欠な革新要素を抽出する、抽出、焦点化、プロセスを導入することです。第二に、革新要素に基づいて設計されたシステムについては、冗長性とモジュール性を確保し、隠れた脆弱性を事前に排除する、堅牢性、検証、サイクルを組み込むことです。第三に、知識の獲得と応用を段階的な目標設定によって進め、小さな成果を積み重ねることで持続的な動機づけと認知機能の向上を図る、段階、報酬、メカニズムを組み込むことです。これらを統合的に実践することで、不確実性が高まるデジタル時代においても、真に信頼できる知識基盤を築き、未来への適応力を高めることが可能となるのです。デカルトの思想は、単に過去の歴史的事実として終わるものではありません。それは、現代を生きる私たち一人一人が、情報の洪水の中で自分自身の思考を確立し、真実を探求するための羅針盤として機能し続けています。17世紀のヨーロッパで始まったこの哲学的冒険は、今なお私たちの生活、科学、技術、そして社会の在り方に深く根ざし、未来へと続いていくのです。私たちは皆、ある意味でデカルトの継承者であり、毎日無意識のうちに、我が思う、故にがあり、を実践しながら、世界と向き合い、自分自身を理解しようとしているのです。この思考の連鎖は、人類の知恵の歴史そのものであり、これからも決して途絶えることはありません。さらに、デカルトの方法除説が単なる哲学的宣言を超えて、当時のヨーロッパ社会が直面していた知識の混乱と危機をどのように具体的に解決しようとしたか、その歴史的文脈を深く考察する必要があります。17世紀初頭のヨーロッパは、宗教戦争の余波と中世スコラ哲学の権威に対する疑問が共存していた時代でした。新しい科学的発見が既存の教義やアリストテレス的自然哲学と衝突する中で、人々は何を信じるべきか方向を失っていました。デカルトは、このような知的混乱の中で、たった一つの確実な点を見出すために、パリに住んでいた自身の住居の暖炉のそばで夜通し試作を重ねました。彼は、単に書物の中の知識を暗記するのではなく、自分が直接体験し観察したすべてを疑い、再構成すべきだと主張しました。これは、当時の知識人の中で流行していた人文主義的学習とは全く異なるアプローチであり、個人が主体的に真理を探求すべきであるという近代的主体性の誕生を意味していました。特に興味深いのは、デカルトがこの方法を適用する際に、言語と論理の限界をどのように認識したかという洞察です。彼は、古典的ラテン語やギリシャ語で書かれた複雑な論証がむしろ真理を隠す壁となり得ると考えました。そのため、彼は母国語であるフランス語で、方法除説を執筆し、学者だけでなく一般の読者も彼の思考過程を追えるようにしたのです。これは、知識をエリート層の占有物ではなく、すべての合理的な人間が共有できる普遍的な道具にしようとする試みでした。デカルトの論理は、
まるで建築家が基礎を固めるためにまず周囲の雑草を抜くように、不要な語彙や複雑な文を排除し、純粋な命題だけを残す過程でした。このような言語的浄化は、現代の情報過負荷の時代においても依然として有効な示唆を与えます。私たちは膨大なデータの中から核心メッセージを抽出するために、不要な修飾や感情的表現を排除し、本質的な論理構造だけを残す、デカルト式編集が必要であることを思い起こさせてくれます。また、デカルトの方法論は、数学、とりわけ幾何学との密接な関連性の中でさらにその価値を発揮します。彼は、大数学と幾何学を統合して問題を解決する方法を提案しましたが、これは抽象的な概念を視覚的、具体的な形に変換できることを示しています。例えば、ある複雑な物理現象を説明する際、デカルトはそれを座標平面上に図形として描き、各変数間の関係を明確にしました。このような幾何学的思考は、単なる計算ツールを超えて、世界を理解する新たな方式そのものを提示しました。すなわち、見えない原理を見える形に変換することで、人間の理性が世界の秩序を理解できるという確信を植え付けたのです。現代のビッグデータ分析や人工知能アルゴリズムも結局は数学的モデリングと幾何学的空間に基づいており、これはデカルトが予見した通り、理性と数学的論理が世界を解読する鍵であることを再び証明しています。さらに、デカルトが強調した明確で判然とした観念という基準は、現代の倫理的判断とも深く関連しています。彼が言う判然とした観念とは、それが何であるかが誰にでも明確に伝わる状態であり、誤解の余地がないことを意味します。これは、デジタル時代に拡散するフェイクニュースや偏った情報が氾濫する状況において、極めて重要な倫理的基準となります。情報を受容する際に、それが本当に明確な根拠を持っているか、他人の理解を妨げず、客観的に伝えられる形であるかを自ら検証する態度は、まさにデカルトの方法的懐疑が現代的に再解釈された姿と言えるでしょう。私たちは毎日無数の情報を接触しますが、その中で何が真実で何が虚偽かを見極めず消費してしまうことがよくあります。そのような時、デカルトのすべてを疑えという助言は、盲目的需要を戒め、批判的思考を通じて真実を追求する強力な倫理的指針となります。最後に、デカルトの遺産は単に西洋思想に限らず、東アジアの近代化過程においても重要な役割を果たしました。明治維新以降の日本や近代化期の韓国の知識人たちは、デカルトの合理主義を受け入れ、伝統的権威や習慣に疑問を呈し、新たな科学技術や制度を導入する理論的背景として用いました。これは、デカルトの思想が文化的境界を超えて普遍的な人類の知的資産であることを示す事例です。今日私たちが直面する AI、倫理の問題、生命工学の進展、あるいはバーチャルリアリティにおけるアイデンティティの問題など、未来の課題を解決するためには、デカルトが残した理性の力と主体の自律性という2つの柱が今なお不可欠です。私たちは過去の哲学的施策を単に回想するのではなく、現在の複雑な現実の中でその精神を再創造し、未来を設計する道具として活用すべきなのです。結局、デカルトの方法は私たちに何を信じるべきかという問いよりも、どのように信じるべきかというより根源的な問いを投げかけます。それは、絶対的真理を簡単に手に入れる魔法の杖ではなく、絶え間なく疑い、検証しながら進む長い旅そのものなのです。デジタル時代の情報洪水の中で、私たちはデカルトの教えを通じて、外部の刺激に流されることなく、自らの内的基準を確立できるようにならなければなりません。これは単なる知識習得を超えて、人間としての尊厳と自立性を守るための最も重要な実践です。したがって、デカルトの方法除説は17世紀の古典ではなく、現在を生きる私たちが日々直面する生活の現場で今もなお機能する、
生きている哲学なのです。私たちが次の世代へと向かって進むとき、デカルトが残したこの知的羅針盤は、依然として私たちを正しい方向へと導いてくれるでしょう。